インタビューのプロから質問する時のコツ3選を聞いていきたいと思います。何話そうっていう風になっちゃうのってやっぱある程度その人のバックグラウンドを把握していないからかなって思うので、じゃあここからちょっと皆さんも気になると思うんですけど、なんでテクさんはインタビュアーになったのか、私もめちゃめちゃ気になるんですけど、そこの理由を教えていただいてもいいですか？はい。そうですね。インタビュアーになったのは、本当に普通の営業マンをやってて、本当普通の会社員で、そこから海外に飛び込んで、もともと海外でずっと働きたいっていう気持ちがあったので、海外に飛び込んで、まず英語学ばなきゃと思って海外でインターンやって、その後海外で働くっていう感じで、海外就職って感じでやったんですけど、なんかね、自分と向き合う時間が足りなさすぎて、その海外就職した時に、失敗したなって思っちゃったんですよ。で、そうなった時に、自分はなんでダメだったんだろう、何が足りなかったのかなとか、どうすれば同じ海外で働くでも自分の望むような形で目標達成できたのかなみたいなところがすごく知りたくて、で、そこでもしかしたら自分より数歩先に行っている方とか、あとはもうすでに事業を立ち上げてすごいバリバリされている方のお話を聞けば何かヒントになるんじゃないかなっていうふうに思って、インタビューを始めたっていうのがきっかけで、なんかインタビュアーになりたくてなったとかではなくて、たまたまお話を聞かせてくださいっていうのをやっていたら、なんかインタビュアーになってたみたいな感じ。なるほど、そうなんですね。その前の就職活動とか学生時代のテクさんってどういう方だったんですか？そうですね。なんか本当に小さい頃から3人兄弟の一番上なんですね。で、そう、長女なので、やっぱりなんか下の子のお手本にならなきゃっていう気持ちがすごくあったりとか、あとは家族の期待に応えたいとか、っていうのがやっぱすごくあって、大学選ぶ時とかも、やっぱり実家に近いところで、なるだけいいところとかって言われたらそこに行こうとしたりとか、で、なんか就職も、なるだけ大きい会社に入ったら安心みたいなのがあって、そういうので選んじゃったりとか、割と周りの目を気にして選ぶっていう感じだし、なんか進路だけじゃなくって、やっぱりその仕事をするときも、同僚とか上司とか、その会社に一緒にいる人の目をすごく気にしてるみたいなところがすごいあるような感じで、とにかく人の期待に応えたいみたいな人だったんですよね。営業で働いてる時に楽しかったのは、それがなんかね、営業職に就いたことが結構自分にとっても転機だったなって思ってて、私さっきもコミュニケーションあんま得意じゃないですっていう風にお伝えしたんですけど、結構学生の時とかも本読んだりとか真面目に勉強するみたいな感じで来ちゃったので、人と話すとかすごく苦手だし、とにかく引っ込み思案なところがあったんですよね。でもやっぱ営業職だとそういうわけにもいかなくって、お客さんと一緒に話をしなきゃいけないし、あと仕事のことだけだとつまんないので、やっぱりお客さんがここいいっていうお店紹介してくれたらそこ行くとかっていう風にやると、なんか行動範囲も広がるし、そういう風にやっていくとお客さんと喋るネタにもなるし、なんかそういうので信頼関係を積み重ねていくっていうのがすごい意外と楽しいんだなっていう風に思えた。なるほど、そこからもうなんか人のなんか心を引きつける、そんなテクさんの強みは出ていたんですよね。そこからその仕事がちょっときつくて辞めて海外就職して、いろんなキャリアの人に出会って、でそこからノートを読ませていただいたんですけど、1年間で100人にインタビューで、しかもそれはアジアの7カ国行ったっていう話だったんですけど、すごいですね。っていうかめちゃめちゃすごいし、めちゃめちゃ勇気のいることだし、でそこの経緯と、あとそこで出会った人とか、あと経験、なんかこれいい経験だったなみたいなことがあったらちょっと教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね。その100人のインタビューのチャレンジを始めた経緯としては、もともと自分が海外で働こうと思ったけど、海外でうまくいかなくて、いろんな人の話を聞きたいって思った時に、
そのベトナムのハノイっていう街で働いてて、はい、そこの会社を辞めてからもともと留学してたっていうのもあって、セブ島に帰ってきて、セブ島で働いてる人にずっとインタビューしてたんですよ、最初。で、なんかその中で、やっぱりインタビュアーとして活動するの面白そうだなって思って、で、そしたらなんかセブだけじゃなくって、もっと他の国でも聞きたいっていうふうに思って、ずっとですね、ベトナムのハノイで普通に会社で働いてたんですけど、その傍らで、ライターとしてそのハノイでの生活をずっと執筆するっていう感じで、活動してたので、そこがのメディアがですね、海外就職に関するメディアだったので、海外で働く方のインタビュー、しかもアジア圏ターゲットにしてたので、そこに合わせて、お話伺って生きながら、その海外で働きたいっていう人を何か応援できないかとか、あとはなんかこう自分と同じ失敗を繰り返してほしくなかったんですよね。なので、なんかこう成功している方の奇跡から何かヒントを得てもらって、その海外就職するときに活かしてほしいっていう思いがあって、そのチャレンジを始めたっていう感じでした。じゃあ、インタビューを通して、これ大事な価値だなっていうのはありますか？そうですね。これは、めちゃくちゃあるなーっていうふうに思ってて、でもなんかそれって私だけがゲットしてるものでもなくって、ちょっと自分で言うのもおこがましいかもしれないですけど、インタビューの方もゲットしてください。なんかね、それをお互いこう価値を交換し合ってるなみたいな感じで私はすごく感じたんですね。で、インタビューを受ける方にとっては、やっぱり日頃自分のことを振り返ったりとか、自分が持ってる思いとか自分が大事にしているものっていうのを言語化するっていう機会ってないじゃないですか。ないです。で、改めて、こう、いろんな軌跡があるんですけど、ほんの少しの部分ですけど、そこに対してフォーカスして、こう、お話を伺っていくことで、自分の思いっていうのとか、あとね、ずっといろいろ伺っていくと、大事にしてる思いっていうのが何度も出てくるんですよ。で、やっぱりここって大事ですよねっていうお話をすることで、そこ大事なんだとか、これって自分の強みなんだっていうのに気づいてもらうっていうことができる。で、私は私で、やっぱりそういういろんな方のストーリーから学ぶところってめちゃくちゃ多いんですよ。なので、その方の生きた軌跡から私は価値をいただいてるし、で、私が提供できるものとしては、やっぱり私が質問いろいろしていったりとか、対話をすることで、その方が、人生振り返って自分の大事なものに気づいたり、強みに気づいたり、そういうなんかチャンスを、差し上げてるというか、なんかそんな時間になってたんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱそれがインタビューの魅力かなって思ってます。そうですね。自分がやってみたいって思ったことを、まずはやってみる。で、特に若いうちじゃないと、どんどん怖さみたいなのが出てくるんですよ。若い時はできたけど、できないみたいな気持ちになったります。全然関係ないんですけど、やっぱりいろんなものがやっぱりついてくるので、年を取っていくと。なので、やっぱどんどんできなくなってくるので、若いうちにとにかくやりたいっていうことをやってみて、でやってみて違ったっていうのは、それって大事な気づきなんですよね。なんかそれが違った、で、これは合ってたっていうのを繰り返していく中で、自分の軸っていうのがすごい太くなっていく。最初は多分分かんないから、何やっていいんだろうって悩むかもしれないけど、パッて思いついたものをやってみたら、そこからまた道が広がるし、そうやって自分の幹を太くしていく。これは違ったんだって言ったら、もうそこから弾けばいいので、なんかそういう風にしてとにかくやりたいっていう自分のその気持ちを大事にして、いろんなことに挑戦するっていうのが、すごく大事だなっていう風に思ってます。なるほど。やっぱり失敗したらどうしようとか、もう親にこう思われるとか、友達にこんなことしたら笑われるとか、めちゃめちゃ私もあって、きっと周りの友達もすごくそういうことはあると思うんですけど、やっぱり自分がメインですからね、私たちの人生は。なので、みんなに自信を持って、これからも生活していってほしいと願っております。では今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。バイバーイ。バイバーイ。